どうも、サンタのガンプラ製作所です。今回製作するキットはこちら。ハイグレードジムを作っていきます。今回ジムを作ろうと思ったのには理由があって、実は約1年ほど前に初めて全塗装したのがこのハイグレードジムなんですが、この1年でいろんなキットを作っていろんなハウトゥー動画を見て、自分の腕前も1年前に比べたらだいぶ上がっているはずです。なので今回は自分の持っている技術を全て使ってバチバチにディティールアップしていきたいと思います。ちなみに1年前に作ったジムがこれです。お世辞にも出来がいいとは言えないですが、今回でどれだけ成長できたかぜひ皆さんの目で確かめてみてください。それでは制作していきます。内容は袋が2つと説明書が入っています。久しぶりに見ましたが、説明書なしでも作れそうな気がするくらいシンプルで初心者にもおすすめのキットです。袋を開けてランナーを取り出していきます。ランナーは2つとポリキャップ、塗り分け用のシールが入っています。パーツ数だけ見てもエントリーグレードよりも少ない気がします。メインカラーのパーツは青みがかっているホワイト。結局ジムのメインカラーはこの色かホワイトかどっちなんでしょうか。複合ランナーはレッド、イエロー、グレーとバイザーのクリアパーツがついています。こうして見るとトリコロールカラーには1色足りなくて、それがより簡素な見た目になっているような気がします。ポリキャップとシールは他のガンプラと同じような感じですね。まずはニッパーでランナーからパーツを切り離していきます。パーツギリギリではなく少しだけゲートを余らせてカットします。続いて片刃のニッパーを使って残したゲートを2度切りしていきます。こうすることでパーツの発火やえぐれを極力軽減することができます。すべてのパーツを切り出したら説明書通りに組み立てていきます。今回は説明書を見て組み立てましたが、本当に見なくても組み立てができてしまいそうなくらい簡単な作りになっていますね。それでは素組み状態を見ていきましょう。ディティールはシンプルなんですが、アニメに忠実に言ってしまえば弱そうな見た目が再現されていて、これがまたいい味を出しているような気がします。それで今回はこのジムに自分の持っている全ての技術や知識を詰め込んでバチバチにかっこよくしていきます。まずはスカート周りの回収からやっていきます。ハイグレードの定番、スカートの裏打ちをプラ板を使って製作します。まずは 0.5mm のプラ板にスカートの形状を下書きして、下書きに合わせてざっくりとカット。外周に合わせて下書きをしたので、その後微調整をして内側に収まるようにしています。それと同じものを 0.3mm のプラ板を使って複製し、装甲の下書きをしました。この塗りつぶしている部分をくり抜いて装甲にしていきます。プラ板の中を切り抜く作業がとにかく難しくてなかなか苦戦しました。そして切り抜いたプラ板がこちら。綺麗に切り抜けずガタガタになっている箇所はヤスリを使って整えます。プラ板の厚みが 0.3mm しかないので、この削る作業もかなりやりづらかったです。デザインナイフでカンナがけなどもしながら、こんな感じでそれなりに綺麗になったと思います。くり抜いたプラ板を 0.5mm のプラ板に重ねて流し込み接着剤で固定します。これをスカートの裏打ちにつけるとこんな感じになります。ないよりはマシくらいですかね。納得できなかったので別の方法も試してみました。まずは 0.5mm と 0.3mm のプラ板を切り出して、0.3mm のプラ板は外周を切り取ります。切り出した外周は 0.5mm のプラ板に接着して、残った中央の部分もそれっぽい形にして貼り付けたら、さっきよりもかなり見栄えのいい裏打ちを作ることができたと思います。続いて腰回りの回収をやっていきます。胴体は軸でつながっている構造になっているので、可動域が横にしか動かせません。なのでここの軸をボールジョイントにする改造を行います。まずは寿屋から発売しているプラボールを用意します。
そして受け側には何かの余剰パーツで余っていたポリキャップを使用します。今回はこの3番のパーツを使用しました。いろいろ試してみましたが、ちょうどはまってくれるサイズをあまり持ち合わせていなかったので、ちょうどはまっているサイズがあってラッキーでした。ポリキャップをはめ込んでみましたが、少しサイズが大きくて隙間ができてしまいます。なのでポリキャップ側を削って胴体にはまるサイズに調節しました。これで若干潰れていますが、隙間なく胴体にはめ込むことができます。スカート側の軸にはプラボールを取り付けるために、まずはピンバイスで穴を開けていきます。同じようにプラボール側にも穴を開けて、スカート側の軸は大体の箇所をニッパーでカット。プラボール側には真鍮線を仕込んでスカート側とつなぎ合わせます。この後胴体は延長するので、その後に長さを微調整したいと思います。というわけで胴体の延長をやっていきます。タミヤセメントを塗布して1ミリのプラ板を3枚、合計3ミリで延長していきます。だいたい6時間くらい乾燥させたら余分な箇所をニッパーでカットします。ある程度のところまでカットしたら、あとはヤスリで形を整えます。まずは鉄ヤスリを使ってざっくりと削って、その後は400番のヤスリでさらに形を整えていきます。隙間があった箇所は瞬間カラーパテで穴埋めをして整えました。下側はスカート側との軸が接続できるように開口してあります。スカート側の軸も延長した胴体とサイズが合うように調節しました。これで腰回りをボールジョイント化することができました。ちなみに可動域はこのくらいあります。そこまで動くわけじゃありませんが、最初よりは稼働するようになったと思います。胴体の延長もうまくいってますね。古いハイグレードは胴体の延長だけでもスタイルが良くなって見栄えが変わってくると思います。頭部の前後の可動もほとんどできないので、延長してうなずけるように加工していきます。首のジョイントをニッパーでカット。ピンバイスで穴を開け、真鍮線を通し 1mm のプラ板を接着しました。反対側も穴を開けて真鍮線ごと差し込んで接着剤で固定します。これで首を 1mm 延長できたので、頭部を取り付ければこのくらいまでうなずくことができます。若干隙間が目立つような気がしますが、今回はこのままいきたいと思います。ジムは少し古めのキットなので、合わせ目が目立つ箇所が各所にあります。その合わせ目を消すのにプラモデル用接着剤を使って合わせ目を消していきます。少しだけ隙間を空けた箇所に流し込み接着剤を流し込みます。この隙間が大きすぎるときれいに流れていかないので、ほんの少しだけで大丈夫です。接着剤を流し込めたら思いっきり圧着します。溶けたプラスチックがむにゅっとはみ出していたら成功です。このむにゅがうまく出せない人は、おそらく接着剤をうまく流し込めていないことが原因だと思います。流し込む時の隙間をできるだけ小さくして流し込めていることを確認しましょう。脚部の大きな合わせ目にはタミヤセメントを使って合わせ目消しを行います。個人的な使い分けですが、大きな合わせ目には流し込みタイプよりもタミヤセメントの方が綺麗に合わせ目消しができる気がします。パーツの両方に接着剤を塗布できたら同じように圧着します。接着剤が乾燥したらはみ出たプラスチックをデザインナイフで削って、ある程度削れたら最後はヤスリで整えます。これでバッチリ合わせ目を消すことができました。合わせ目消しの時に埋まってしまったモールドは配給パーツのラインスクライバー 0.15mm を使って彫り直しておきます。頭部の合わせ目消しにはこのバイザーを後はめ加工する必要があります。やり方は簡単で、このバイザーパーツをここで2分割するだけで後はめすることができます。分割する部分をニッパーでカット。ここの出っ張り部分も邪魔なのでカットしていきます。前方も少し干渉したので斜めにカットしました。これで頭部の合わせ目を消した後でもバイザーとセンサーを後はめすることができます。胸部の合わせ目消しにも胴体を後はめ加工する必要があります。ここは胴体側のダボ軸を全てカットして後はめできるようにしました。ただこのままだと簡単に抜けてしまうので、塗装後に接着剤で固定します。足首についているシリンダーは見栄えが良くないので改造していきます。ニッパーや鉄ヤスリを使って完全に削り取ったところにディティールアップパーツ、サスペンションを取り付けていきます。そのままではサイズが合わないので先端を少しだけカット。
それをそのまま足首部分に接着剤で取り付けていきます。アンクルガードが干渉する部分はヤスリで削って、これでシリンダーの見栄えもだいぶ良くなったんじゃないでしょうか。塗装の塗り分けをすればさらに良くなる予感がします。ディティールが寂しい箇所は配給パーツのラインスクライバーを使ってモールドを追加します。モールドを彫るときはとにかく力を入れずに優しく何回も彫るのがコツです。直線だけでもいいんですが、もう一段階クオリティを上げるためにゴッドハンドのスピンブレードを使ってモールドの太さを変えてアクセントを出していきます。スピンブレードでえぐった箇所は 0.25mm から最終的に 0.6mm まで太さを上げて、このようにモールドにアクセントをつけました。他の箇所もモールドを追加したりプラ板を追加してこんな感じで仕上げてみました。肩パーツにはプラ板を貼って足し算のディティールアップをやっていきます。このままだと取り付けた感があるので、上側にもプラ板を貼って余分な部分はニッパーでカット。断面をヤスリで整えて、プラ板に C 面が出るように斜めにヤスリで削っていきます。ワンポイントのプラ板ですが、これもいい具合にできていると思います。その他各所にモールドを彫り込んでいきます。段差部分もモールドを入れることで墨がきれいに流れるようになります。ワン部でやっていたプラチップのやり方ですが、まずはスピンブレードを使ってプラチップを入れたい箇所をえぐります。えぐった箇所は 0.6mm のスクライバーで整えて、エバーグリーンの 0.5×0.75mm のプラ板を溝に埋め込みます。144分の1サイズには 0.5×0.75mm か 0.1×0.2mm のプラ棒がプラチップとして使いやすいと思います。ただ、プラチップを埋めるだけでなく、埋め込んだプラ棒をスライチになるようにしたらまた別の見え方でアクセントになると思います。肩パーツにも寿屋のディティールアップパーツのハッチを取り付けました。頭部バルカンは配給パーツのガンマズルを取り付けていきます。軸に合うようにピンバイスで穴を開けて、こんな感じで塗装後に取り付けたいと思います。これで全ての回収が終わったので、洗浄し塗装の準備をしていきます。まずはサーフェイサーエボブラックでフレーム以外の下地を塗装していきます。この1年でSAFはグレーとブラックを使用しましたが、なんだかんだブラックが安定な気がしています。他にもたくさんあるので、これからはぜひ挑戦していきたいですね。フレーム部分にはサーフェイサーエボガンメタを使用します。こちらのSAFはメカSAFスーパーヘビーと並んでフレーム色にぴったりの塗料ということで、今回初めて使用してみました。色合いとしては少し明るめの焼き鉄色といったところでしょうか。メカSAFと違ってメタリック塗料なので、どちらも使い分けができそうです。メインカラーはミスターカラーのクールホワイトとライトブルーを調色したものを塗装していきます。調色の割合はだいたい1対1くらいで調色しています。ハイグレードジムの成型色より少しホワイトが強めな感じを狙って調色してみました。今映っている映像では結構白っぽく見えるかもしれませんが、割と狙った色で調色できている気がします。乾燥させてみるとこんな感じの色になりました。今の段階ではグラデーション塗装になっていますが、最終的にはほぼベタ塗り状態になっています。シールドやダクトに使うレッドやイエローなど黒下地では発色しづらい色は黒SAFの上に一度ホワイトを塗装してから塗ることで発色が良くなります。ダクトやシールドの十字にはガイアカラーの投光色を使用します。ガンダムで使用されているイエローのパーツは意外と色の調色が難しくて困っていたんですが、こちらも投光色がいいと耳にしたので使用してみます。乾燥させてみるとこんな感じ。ミスターカラーのオレンジイエローとは違ってかなりガンダムに使用しているイエローに近いですね。ガイアカラーの投光色もお気に入りの塗料の一つになりました。筋彫りで入れたパネルラインはマスキングをして塗り分けを行っていきます。塗り分け箇所はメインカラーで調色した色にほんの少しだけニュートラルグレーを混ぜた色を塗装しています。金地色で塗り分けをしたい場合はメインカラーに使用した色にほんの少しだけグレーを混ぜてあげることでそれっぽい色になってくれると思います。
プラ板を貼り付けた箇所はそのままニュートラルグレーを塗装しました。それではマスキングを剥がしていきます。色合いは事前に確認しているので大丈夫だと思いますが、マスキングミスだけが怖いところです。綺麗に塗り分けできていますね。シールド裏も焼き接触で塗り分けを行いました。こちらは少しマスキングミスで塗装ができていない箇所がありますが、まあ良しとしましょう。胸部も少しはみ出しがありますね。これはもう今の実力だと受け入れることにします。バーニアにはガイアカラーのスターブライトシルバーを塗装していきます。バイザーの裏側も同じくスターブライトシルバーで塗装することで、このように正面から見た時にギラギラ感を表現できます。続いてエナメル塗料で部分塗装を行います。スクラッチしたスカートの裏打ちパーツはフレームのみシルバーにしたいので、溝の部分はブラックで筆塗りしていきます。エナメル塗料は後から拭き取ることができるので、はみ出しは関係なく塗りつぶしていきます。接着したプラチップはレッドで筆塗りしていきます。いつもはレッドチップをつけるときは塗装してから接着していますが、今回は筆塗りでやってみました。このようにはみ出してしまってもエナメル溶剤を染み込ませた爪楊枝で軽くこすって、さらに綿棒で周りをきれいにしてあげれば、それなりにきれいにすることができます。スカートの裏打ちパーツも同じようにエナメル溶剤を染み込ませた綿棒で軽く拭き取ってあげれば、このようにきれいにすることができます。シリンダーはシルバーとゴールドを使って部分塗装をしました。これで全ての塗装が終わったので仕上げをやっていきます。まずは墨入れをやっていきます。モールドを彫った箇所に筆先をちょんとつけてあげれば、毛細管現象できれいに塗料が流れていきます。気持ちいい瞬間なのでしばらくご覧ください。コックピット部分にはグレーを流し込みます。乾燥したらエナメル溶剤を染み込ませた綿棒で軽く拭き取っていきます。力を入れず軽くこするだけで簡単に落ちていきます。逆に力を入れすぎてモールド内の塗料を拭き取ってしまわないように注意しましょう。最後にデカールを貼っていきます。今回使用するのは連邦軍のデカールと RB コーションデカールのホワイトとグレー×オレンジを使用します。使いたいデカールをデザインナイフでカットして水に浸したスポンジの上に置いておきます。しばらくしたら台紙からデカールが剥がれてくるので、ミスターマークセッターをデカールを貼りたい箇所に少量塗布します。マークセッターを塗布した場所にデカールを置いて位置を微調整。貼りたい位置が決まったら綿棒で余分な水分を拭き取っていきます。その後、艶消しスーパースムースクリアを拭いて全ての工程が終わりました。各パーツごとに見ていきたいと思います。まずは頭部。バイザーの裏にシルバーの塗装と、バルカンにはガンマズルを接着しています。胴体は今回の制作でもかなり力を入れた部分です。ショルダーアーマーと胸部のディティールアップパーツや胴体の延長、筋彫りや塗り分けなどを行い、かなり情報量が上がっていると思います。腰パーツはボールジョイントの軸の取り付けやほとんど見えなくなるスカートの裏打ちを制作しました。脚部は基本的に筋彫りとレッドチップで情報量を追加しています。
あと足首部分のシリンダーもディティールアップパーツに置き換えています。腕も脚部と同じように筋彫りやレッドチップの追加を行っています。シールドの塗り分けで使ったグレーが色のアクセントになっていていい味が出ていると思います。完成まで1ヶ月以上かかりましたが、これでようやく組み立てて完成です。最後に完成した状態をご覧ください。というわけでいかがだったでしょうか。正直今回の制作は今までで一番出来のいい作品に仕上がったと思います。まだまだ細かい技術やディティールなどデザインに関しては成長限界というわけではなく、むしろこれからも精度を上げていきたいですが、自分的には節目であるガンプラ歴1年の集大成としては文句ない作品になったと思います。これからはガンプラ2年生としてまだまだ成長できるように日々精進いたします。もしこの作品がいいと思ってもらえたらチャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。どんなに些細なことでもコメントもいただけると励みになります。それではまた別の動画でお会いしましょう。